ゆういちろうです。今回知っておくと必ず役に立つ UI、UX デザインの法則、UX デザインのプチスキル集というお話をさせていただきたいと思います。はい、この動画を見ると、仕事ですぐに使える UX、ユーザー体験の法則が短時間で得られる。ほぼ5分ほどで、解説したいと思います。はい、これはですね、デザイナーだけではなくって、一般のビジネスパーソンの皆さんも必ず、使える知識となっております。はい、で、今回ご紹介する法則に関してこの3つだけ。まず1つ、美的ユーザビリティ効果。と、ドハティの敷地、あとフィッツの法則っていうこの3つだけ、サクッとご紹介したいと思います。まず一つ目、美的ユーザビリティ効果というものはですね、ある商品やサービスにおいて、このインターフェースの見た目さえ魅力的に認識されれば、細かい使い勝手の問題には寛容になる傾向があるという効果が認められていますと。でこの例はですね、当然見た目の問題だけではないし、このブランドというものもね、進行されているっていう、かなりそういう面があるんですけども、このアップルですね、アップルの製品は、この洗練されたプロダクトデザイン、っていうものが、もうこの競合他社と比べてそれより勝るために、多くのユーザーはこの機能の優れた競合製品、実はね、Apple 以外の、競合って機能的には Apple より優れてたりするんですけども、でも、そして高い効果にもかかわらず Apple 製品を優先して購入する流れっていうものがあるんですね。でその要因としてはもちろんね、Apple が積み上げてきたいろんな実績があるんですが、その中でもやっぱりね、この洗練されたプロダクトデザインっていうこの表層だけではないんですけど、このデザインっていうものが、かなり、効果的になっていると。で、コンテンツ作りにおいてですね、見た目の美しさっていうものは、このユーザーのね、コンバージョン率、制約率ですね、を上げるために非常に大切な要素になってきますと。ただし、ユーザーから高い評価を得られることができる一方で、本来ならね、出てくるであろうこの欠陥とか改善点っていうものが、少し埋もれてしまうという欠点もあるので、それをね、隠してしまえるっていうね。なので、良くも悪くも、その見た目のデザインっていうのは、結構最近軽視されがちなんですけども、これはね、コンバージョンを上げるためにもむちゃくちゃ大事な要素ではあるというようなことが、見受けられますというところですね。で、続いて2つ目、このドハティの敷地。これあんまり聞いたことないかもしれないんですけども、人間が次の行動を行うまでに反応できる時間の敷地のことで、これはね、およそ 0.4 秒以内であることが判明していますと。なので、言い換えればですね、0.4 秒で人は切れるっていうことですね。ユーザーはシステムの、応答にかかる時間が0.4 秒を超えるともう不快に感じてしまうと。例えば、このスマートフォンのユーザーであれば、このページ移動とか読み込みにかかる時間が、このドハティの敷地 0.4 秒を超過してしまって、不快に感じた経験っていうのは誰しもあるだとは思うんですけども、通信が高速であるっていうことをですね、その経験に、的確に訴求しているということですね。通信が高速であるということも結構当たり前のように、認められているので、一昔前であればもう少しね、数秒間で人は切れるみたいなこと言われてたんですけども、その1秒も足らず、0.4 秒で人が切れるっていう風に今はね、この高速化された、ネットワークの時代には、結果が出ていますというところです。なので、UI とか UX をね、考える上では、実際プロトタイプとか作ってみて、実装で作ってみて、0.4 秒以内でそれが収まっているかっていうものは必ず考える必要があると。なので、かなり重たい画像とか動画とかを使いすぎてしまうと、読み込みに時間がかかって、すごいリッチな表現をして、面白い表現をしているんですけども、ユーザーにはその不快に感じられているというようなことが、すごいね、デザインの現場とかでもすごい、出てくるので、もちろんデザインだけじゃなくて、一般の方でもね、この辺は気をつけて、取り組んでいってもらえたらなと思います。はい、最後、フィッツの法則ですね。対象の大きさとか対象までの距離、対象の選択しづらさの相関関係を表す法則で、対象がより大きくて、より近くに存在するほど、ユーザーはそれにアプローチしやすいと。主に UI を考えるときに、使われるんですけども、例えばスマートフォンの縦持ちの状態でアプリケーションを操作する場合、この親指から近い位置にあって、より大きいボタンほどタップしやすいというようなことが、直感的にもわかると思うんですけども、音楽プレイヤーとかで、同じ操作を頻繁に繰り返すようなアプリケーションにおいて、再生停止と、あとリスト順に再生、ランダムに再生など、タップで効果が切り替わるような、仕組みのボタンにすることで、直感的な操作を実現することができるみたいな、こともありましてですね。
まずはですね、このタップする、主にタップするボタンですね。音楽プレイヤーであるこの再生ボタンとかっていうところは、一番大きくて、で、親指がこの辺に持ってると思うんですけど、その親指、までの距離と、あと、この対象の選択しづらさ。これはかなりデザイン的に周り余白を用いて、この再生ボタンっていうのは意図的に目立つような設計にされているんですね。その大きさと、マージン。で、親指からの距離っていうものを意図的に計算されて、この UI っていうものが出来上がっていますと。なので、こういった UX をしっかりと考慮した上で、押しやすい位置に大きく、一番押してもらいたいものは、この辺に配置すると。で、その押すたびに、停止再生とかね、変化したりっていうようなタップで切り替わるみたいな、仕組みにすることで、よりユーザビリティが上がりますよというようなものがあります。そういったね、対象までの対象の認知のしやすさとか押しやすさみたいなところを、表した法則を、フィッツの法則と、言ったりしますと。なので、何かものを作るときに、さっきこういった、ね、法則をしっかりと思い浮かべることで、フィッツの法則でドハティの式位置だったりとか、この美的ユーザビリティ、表層のデザインでもめちゃめちゃ大事なんですよっていうようなところとかを、考えて、取り組むっていうことが大事になってきますと。なので、何か迷った時は、この法則に立ち返るっていうのはすごく有効的かなと。実際自分のデザインの現場でもそういうことをしています。はい、ちょっとね、6分オーバーしてしまったんですけども、役に立つと思う方は、チャンネル登録、いいねなどよろしくお願いします。ではまた。